こんにちは、アゴヒエバイクチャンネルです。今日はレベルのレビューをしていきたいと思います。以前一度レビュー動画を上げているんですけど、そちらは購入して1ヶ月ぐらいのレビューで、初めてのバイクっていうこともあったので、教習車との比較になっていました。で今回は、今500キロ近く走って、そこで改めて気づいた点をお伝えしたいと思います。で500キロなのでまだまだ序の口だとは思うんですけど、街乗りとあと、悪路だったり山道、高速、あと、2、3時間のツーリングなんかもしてみて、その中で分かったことをお伝えしたいと思います。で今まで行った中で唯一行けてないのが高速の100キロ巡航なんですけど、これは梅雨明けしたら行きたいなと思っているので、いい動画が撮れたらアップしたいと思います。ちょっと乗っただけでは気づかないレベルのいい点悪い点が分かるので、ぜひ最後までご覧ください。レベルの購入を検討している方や納車待ちなんだけど1回も試乗できてないっていう方の参考になればいいなと思います。最初にいいところ3つお伝えして、その後に悪いところ3つお伝えしたいと思います。で最後に良くも悪くもないなっていうところは1点あるので、そこをお伝えしていきたいなと思います。でこのチャンネルではレベル250のレビューやカスタム、また山形県を中心としたツーリングの動画を投稿しています。興味のある方はぜひチャンネル登録もお願いします。まず最初にレベルのいいところですね。いいところ1つ目は、走行の安定性がいいですね。で普通の舗装路だったらもうなんていうことはないんですけど、特に未舗装の道路でそうやって感じることが多いです。河川敷の泥道というか、土の道ですねだったりとか、あとは砂利道走ったりして、で最初ね砂利道怖いなと思ってたんですけど、レベルだと全然バランス崩したりっていうことも全くなくて、不安定になるようなこともないので、すごい楽に走れます。でスピード出さなければ全然余裕で走れるので、ツーリング先とかで駐車場が砂利道っていうこと結構あるんですけど、そういうところでも全然躊躇しないで行けるので、いいとこだなと思います。多分ねタイヤが他のバイクに比べて太いのと、あとは重心が低いので、それで走りが安定しているのかなって思いますね。はい、続いていいところ2つ目。2つ目はカスタムパーツが豊富にあるっていうところですね。最初のレビューの動画でも人気があるっていう話をしたんですけど、すごい売れてるじゃないですかレベルって。なので関連の商品っていうのがいっぱい出てるみたいで、特にそのカスタムパーツが豊富に出てるっていうのはいい点だなと思いました。私別の動画でリアキャリアを取り付けてるんですけど、そのキャリア選ぶ時にもいろんなメーカーからいろんな形のものが出ていて、ただのリアキャリアなのにレベル250でキャリアで調べるとすごいいっぱい出てくるんですよ。それ以外にもハンドル周りだったりとか足回りと装飾関係でもレベルに特化したパーツっていうのはいろいろ出てるみたいです。カスタムやりたいなっていう人は選択肢がすごい多いので、そこはいいとこだなと思いました。はい、続いて3つ目ですね。いいところ3つ目は、パワーがあるです。で特に感じたのが坂道と高速ですね。でそれぞれ動画出してるんですけど、まず高速の方はスピード出したい時にちゃんとアクセルが反応してくれて、でスピードがバーンと出てくるので、高速なんかでも全然パワー不足感じなくて、楽に走れます。で多分ね車重が軽い170キロで軽いっていうのも関係してるのかなって思うんですけど、レスポンスがすごくいいし加速もいいので、その合流なんかでも全然気負いすることないですよね。制限速度守って走る分には全く問題ないバイクだと思います。で坂道の方は山道だったりワインディングしてる峠道みたいなところも行ったんですけど、まずね坂がきつくて登れないっていうようなことは全然ないですね。ただスピードガンガン出して登りたいっていう人には不向きかもしれないです。坂道でも普通に期待通りの走りをしてくれますね。アクセルひねればひねった分、スピードが出て登ってくれると。バイクの 250cc って、その排気量が少ないので、車でいうとなんか軽自動車みたいなイメージを持っていたんですけど、全然そういうことはなかったですね。山道でパワーが足りなくてスピード全然出ないみたいなことは今のところは感じることはなかったですね。ではいいところ3つお伝えしたので、続いて悪いところをお伝えしていきたいと思います。悪いところ1つ目は、パワーがない。さっきと言ってること全然違うんですけど、パワーがないってどういうことかっていうと、一足のパワーがないなって思うことが結構ありますね。街中で走っていて信号待ちになって止まりますよね。
で発進する時に一足から発進していくと思うんですけど、その時にこうスピード出してだんだん加速していくじゃないですか。で一足でねもうちょっとこうスピード出したいな、もうちょっと前進みたいなっていう時があるんですけど、それ以上アクセルひねっても回転数は上がるんだけどスピードが乗ってかないみたいなことがよくあります。じゃあ2足上げりゃいいじゃんって思うかもしれないんですけど、2足上げるまでのそのスピードの乗せ方みたいのってあるじゃないですか。でそこがねちょっと私はあんまり相性が良くないのか分かんないですけど、もうちょっと頑張ってから2足上げたいなっていうところあるんですけど、そこまでスピードが出ないっていうことが結構あります。じゃあね1足で走り出してすぐ2足上げればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、そうするとねちょっとノッキング気味になるんですよね。慣れの問題かもしれないんですけど、なんかねもうちょっと1足頑張ってほしいなって思うところがあります。悪いところ2つ目ですね。2つ目は足が窮屈です。でレベルって足つきがすごいいいんですけど、足つきがいい代わりにシート高が低いので膝がね結構折れ曲がるんですよね。でペダルに足乗せてると膝がねこう結構鋭角になってしまうので、短時間乗ってる分には全然問題ないんですけど、ちょっとツーリングで遠出しようかなっていう時は辛くなってくることが結構ありました。私身長170ちょいなのでむちゃくちゃ背高いわけじゃなくて、で足も長いわけではないんですけど、見てもらうと分かると思うんですけど、足がこう90度結構鋭くなってるので、膝がねお尻よりも若干上に来てるような感じがするんですよね。なのでなんかねちょっと足が窮屈だなって思うことが結構ありますね。でそれに関連してるんですけど、そのシフトの操作がちょっとやりづらいなって思うことがたまにあります。で膝が若干上向いてる感じになるので、こう足首を動かす時に窮屈だなって思うことがありましてね。でネイキッドとかだと若干こう前傾気味になるじゃないですか。足窮屈になることってあんまりないかなって思うんですけど、レベルってこうシートにどっしり座る形になるので、ちょっとそのせいで足が窮屈なのかなって思うところはありますね。悪いところ3つ目、3つ目はお尻が痛いです。これ2つ目とちょっと関連してるんですけど、シートにドーンと座るじゃないですか。お尻に全体重が乗ってくるので、ずっと座ってるとねお尻がだんだん痛くなってきます。これはしょうがないかなとは思うんですけど、他のバイクって、さっきも言いましたけど若干前傾気味になるので腕にもこう体重が分散されるじゃないですか。それに対してレベルってもうお尻に全体重乗ってくるので、長距離乗ってるとねだんだん痛くなってくるんですよね。私の場合はちょっとお尻をずらしたりしてなんか体重かかる位置を変えてあげないと長時間乗ってるのは辛いかなって思うことがあります。あと座布団シートをゲルの入ったやつに変えるとか、あとこまめに休憩取るとかね、そういう対策が必要になってくるかなと思いますね。で悪いところ3つお伝えしました。最後いいところとも悪いところとも言えないなっていうのが一つあって、でそれがハーレーに間違われる。でバイク乗ってる人だとレベルとハーレー間違えるっていう人いないと思うんですけど、バイク乗ってない人から見るとねなんかハーレーに見えるんですよね。似たような形してて、で車体も大きいじゃないですか。駐車場とかでたまにこう話しかけられることあるんですけど、ハーレーですかって聞かれることはありますね。でタンクにホンダってでっかく書いてあるのにハーレーですかって聞かれることがあります。でハーレーに間違われて別に悪いこともないし、ただいいことも別にないのでちょっと上げさせてもらいました。あとね、ちょっと似てるんですけど、大型のバイクと間違われることはありますね。250cc に見られないっていうところはありますね。それでなんか駐車料金変わったりとかそういうことはないんですけど、昔バイク乗ってたんですよねみたいなことで話しかけられることあったんですけど、そういう人にこれ 250cc なんですって言うとね結構びっくりされますね。なんか排気量の割に車体がでかいのかなって思うことはあります。話のネタに、なるので、いいところなのかなっていう気がしますね。はい、ではレベルのしばらく乗ってみて気づいたいいところ悪いところそれぞれ3つお伝えしました。この動画を気に入っていただけたら高評価よろしくお願いします。また今後もこのような動画を投稿していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。